こんにちは、こま太郎です。今回はこれと、そしてこれと、さらにこれ。この3つのファンが主役です。この3つ現在作っている超小型おこた PC で使おうと思って買ったんですが、ちょっとケース自体が癖があるというか、じゃじゃ馬というかですね。天板に穴が開いてないのと、CPU の配置が横からじゃないと厳しいっていうのがあって、なかなかですね、うまく使うことができないんですよね。で、結局、ノクチュアはファンを逆につけていますし、ジョンスボーに至っては逆につけられなかったと。で、ダイナトロに至ってはマザーボードの関係ではあるんですが、取り付けができなかったということで、性能比較っていうのができなかったと。で、このケースにおいては、あくまでこのケースにおいては、ノクチュアの CPU ファンが一番シンプルでベストということは分かりました。ただやっぱりこの3つの純粋な冷却性能っていうのを、どうしても試したくなりまして、こちらのですね、手持ちにあったマザーボードで検証していこうかなと思ってます。このマザーボードはですね、MSI の B450M Pro M2 というもので、おそらく B450 のマイクロ ATX の中では1、2を争うぐらいリーズナブルなマザーボードだと思います。で、今現在は CPU に Ryzen 5 2400G をつけています。テストベンチになってしまうので、おこた PC のようにケースに入ってない状態になるので、排気関係とかの再現はできないんですが、同条件でテストをするということで、比較はできるかなと思います。で、一応 CPU グリスは、いつも使っているテスト用のグリスでやっていきます。で、このマザーボードなら、こちらのダイナトロン A18 も干渉を受けずに装着することができます。こんな感じですね。ノクチュアは後ほどファンを逆にして正位置の状態で比較していきます。なお、直前のオッズはこのようになっています。やはり海外の有名な方も使っているノクチュアが人気のようですね。個人的には冷却性能の他に騒音も気になるところです。それでは始めていきましょう。まずはジョンスボー HP400 からです。OCCT の画面です。今回は単純に20分間ぶん回し続けて、一番温度が抑制できるのはどれかっていうのを見ていきます。早速始めていきます。はい、約20分経過したんですが、だいたい73度から76度を行ったり来たりしているような感じです。これが一つの基準になりますので、次へ行ってみたいと思います。ちなみに騒音は最高回転数 3000rpm で、だいたい67から71デシベルといったところです。多少耳障りではあるんですが、ケース内に入れたら、なんとかなるレベルだと思います。続いてはノクチュアですね。ファンはすでに元の正位置に戻しています。はい、もうすぐ20分が経過するんですが、だいたい68度から71度、72度いかないかぐらいで、温度が推移しています。やはりさっきのジョンスボーよりは5、6度ぐらいは低く推移しているので、性能の高さがわかります。騒音は最高回転の 2500rpm でだいたい57から59デシベルというところです。やっぱり一番静かですね。だいたい感覚的にはオフィスですごい静かなオフィスでエアコンの音が聞こえるぐらいなので、ケースに入れたらさらに小さくなると思います。続いてはダイナトロン A18 ですね。無事に、接触もなくつけることができました。で、一応バックプレートをちょっと迷ったんですが、3M のラベルを剥がしてちゃんと粘着がある状態で完全にくっつけて使用しています。もうすぐ20分が経過します。
だいたい温度は79から81度ということで、残念ながらこの3つの中では最も冷却能力がないという結果になってしまいました。それぞれの CPU クーラーで2回ずつ計測して、同じだったので、残念ながら単純な冷却性能ではやっぱりノクチュアが一番上のようです。で、皆さんも気になっている騒音なんですが、だいたいですね、80から84デシベルということで、やっぱりすごくうるさいです。例えるならですね、掃除機をかけてる感じですね。さすがに6000回転ともなると、このぐらいの音になってくるなという感じですね。ということで、3つのファンの性能比較をしてきました。皆さんいかがだったでしょうか？やっぱりこの3つの中で最も優秀なのはノクチュアということになりましたね。ダイナトロンは動性っていうのがあって、結構伝導率は高いかなとは思ったんですが、おそらくやっぱフィンの形と、あと回転数は多いんですけども、風量自体はノクチュアとかジョンスボーの方が上なので、そのあたりでちょっと冷却性能に差が出てしまったのかなと個人的には思ってます。ただ、ダイナトロンはですね、この中では一番コンパクトで薄い CPU クーラーになるので、本当に小さい制約があるような PC ケースの中では、もう唯一の選択肢になる、有力な候補になるんじゃないかなと。で、あとは、おこた PC ですね。私が作ってるおこた PC も、構造上、やっぱりサイドに排気があるってことが結構重要な気がしてます。というのも、ノクチュアは、すごく冷えるんですけども、おこた PC に入れると、普通の正位置では、ちょっとあんまり冷えなかったんですよね。なので、やっぱり排熱の方向という意味では、ちょっと引き続きダイナトロンを、おこた PC ケースで使う検証はしていこうと思ってます。でですね、私的には意外と検討したのがジョンスボーなんじゃないかなと思います。温度的には5、6度ノクチュアよりは高くなってしまったんですが、代わりに安いんですよね。かなり、この3つの中ではかなり安くて、なので、価格重視であれば割とこの選択肢もあるんじゃないかなと思います。もちろんこういう CPU クーラー使うときって結構シビアな環境で、状態で使うことも多いと思うので、5、6度の性能の差ってでかいとは思うんですが、ただ、ケースによってはこちらでも十分に使えるんじゃないかなと思います。でも今回ですね、こういう背の低いクーラーを真面目に検証したのが初めてだったので、かなり面白かったですね。いつもだと、ミニタワーケースぐらいで組んでるので、虎鉄とかそういう、メジャーなやつ使ってきたんですけども、小さい PC ケース使うと色々と問題にぶち当たる代わりに勉強になっていい感じだと思います。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。今回の CPU クーラー予想が外れちゃった人も高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。